皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は GSOMIA の延長停止についてです。23日午前0時に GSOMIA は完全に終了になろうとしていました。しかし、日本側に対して GSOMIA の終了をやめるという具合にしてあちら側から言ってきました。今回は一体なぜそのようなことになってしまったのかについて少し掘り下げていきましょう。まずは GSOMIA の延長停止について伝える記事からお聞きください。警告大統領府 GSOMIA 終了猶予。警告大統領府は22日午後6時、GSOMIA 終了決定通告の効力を停止することにしたと発表した。警告政府は今年8月22日に GSOMIA 終了決定を発表し、日本政府に書面で終了の意思を通告していた。この書面通告の効力をひとまず停止した。青瓦台国家安保室のキム・ユグン第一次長は22日午後6時にブリーフィングを開き、警告政府はいつでも GSOMIA の効力を停止させることができるという前提のもと、8月22日の GSOMIA 終了通告の効力を停止することとしたと発表。さらに日本政府もこれに対する理解を示したと語った。またキム次長は韓日間の輸出管理政策対話が正常に行われる間、日本側の3品目輸出規制に対する WTO 提訴手続きを停止することとしたと説明した。その上で、韓日両国政府は最近、両国間の懸案解決のため、それぞれ自国が取った措置を同時に発表することとしたと述べた。これと関連して、日本の経済産業省は同時刻に輸出管理に関する記者会見を開き、輸出規制解除と関連した議論を警告政府と始めたと発表した。GSOMIA は協定次元について、両国の終了意思がない場合、自動で1年延長するという規定がある。警告政府は今回いつでも GSOMIA の効力を終了させることができる条件付き猶予と発表したことから、一時凍結措置という見方も出ている。夕方になって GSOMIA の終了をやめるというニュースが流れて、私は非常に残念な気持ちになりました。なぜならばこの問題というのはムン・ジェイン大統領の一人芝居だからです。日本にしてもアメリカにしても、ムン・ジェイン大統領に対して GSOMIA をやめろといったことは一度としてありません。日米両政府は常に同じことを言っていました。GSOMIA については延長せよ。この一言です。しかしムン・ジェイン大統領は自分の国がホワイト国指定から除外されたことを根に持って GSOMIA の破棄というものを決定しました。そもそも貿易問題と安全保障問題は完全に別なものです。ですからこの GSOMIA が完全に終了するかもしれないというのは、まさにムン・ジェイン大統領が一人で勝手に始めた自分を傷つける行為に過ぎません。しかしムン・ジェイン大統領はアメリカからどれだけ圧力を加えられようとも自分の持論は変えませんでした。日本が我が国をホワイト国指定から除外したことは許せない。このことについて改善しない限り、このまま GSOMIA については終了させるというような意見です。ところが、いざ実際にこれが完全に終わろうとする段になると、アメリカからの圧力というものは非常に強力になっていきました。ここ最近の例で言えば、米韓同盟が完全に終わるかもしれない、関係を傷つけるかもしれないということが様々ニュースになって流れてきました。例えば、在韓米軍の縮小や撤退です。先日ついにその具体的な内容まで報道されるようになりました。アメリカ側からの圧力を見えるようにした非常に象徴的なニュースです。なんとなくぼんやりと在韓米軍を減らすかもしれないよ、撤退するかもしれないよという話ではなく、具体的にどの部隊が何千人いなくなるのかというような非常に具体的なニュースでした。おそらくそのニュースそれ自体は真実かどうかというのは全く別にして、ムン・ジェイン大統領に対する圧力というのが本当の狙いだったでしょう。また、今日の午前中においては、アメリカの議会がこの GSOMIA 問題について議案を提出し、そして可決されました。GSOMIA が非常に重要なものであり、この終了に待ったをかける非難の声明でした。このアメリカの議会で可決されたものというのが一つ重要な意味を持ちます。それはトランプ政権が批判しているというよりも、アメリカの議会、つまり民主党であろうとも共和党であろうとも、
このジーソミアの延長をすべきだという意思表明を非常に強くしたからです。政権が反対しているというよりも、アメリカの総意として反対している。まさにこれがアメリカの意思であるという非常に強いメッセージでした。なぜ私がこのようにアメリカの動きを次々と伝えるかといえば、それは日本政府は全く動いていないからです。私は安倍総理の動きというものをこのようにいつも表現しているのを皆さんもご存知でしょう。安倍総理は全く動いていない。これは何も批判しているわけではありません。日本の首相が全く変わらないのだから、動く必要がなかったから動かないのです。一方でこのジーソミアの終了問題に関しては、どこが一番動いていたかといえばアメリカです。このアメリカの動きに対して折れたのがムン・ジェイン大統領です。ですから、ジーソミアについてこのまま延長しますよ、破棄を撤回しますよというニュースが流れた時に私は第一感としてこう思いました。ムン・ジェイン大統領はアメリカに屈したのだと。アメリカに対して膝を屈したムン・ジェイン大統領ですが、今後の日韓関係についてのお話をしましょう。まず今回、ムン・ジェイン大統領が膝を屈したことによって一つ前進しました。それは、貿易問題と安保問題は全く別であるという問題に関しては少しだけ進展しました。あちらの国が行っていた WTO への提訴というものを取り下げる動きをしたからです。日本側の主張が全く変わっていないにもかかわらず、あちらの国が提訴を取り下げる動きをしたのはまさにアメリカからの圧力に屈した証拠と言えるでしょう。そして貿易管理問題について追及されていた件について、話し合って改善の意思を示したと考えられています。この話し合いを行うということに関しては、一つ注意点があります。ムン・ジェイン大統領としては、対話の席に日本が出てきた。日本が対話に応じるということは、我々に対してすり寄ってきたのだというような国内向けの説明をすることです。これは事実ではありません。なぜなら、安倍政権がホワイト国指定からの除外を行った際も、日本側は常に対話を求めてきたからです。軍事転用可能な物品について横流しされているかもしれない。行方不明になっているかもしれない。これらについて一体どうなっているんですか？しっかりと話し合いましょうと言っていたのは日本の側です。それはホワイト国指定からの除外、その実施の何年も前、2年近く前から呼びかけを行っていました。つまり対話の窓は常に開いていたのです。それはホワイト国指定からの除外を行った後も同じことでした。問題解決のためには、あなた方がしっかりと改善案を持ってきなさいという風にして、窓は常に開いていたのです。にもかかわらずなぜ話し合いが行われなかったかといえば、それは解決策をムン・ジェイン大統領が持ってこなかったからです。一説には行方不明になった物品について、まともな説明ができないから解決案を持ってこれないのではないかという疑惑を常に受けていたのはあちらの国です。このようにムン・ジェイン大統領は自分の都合のいいように自分の国民に説明できるように事実を曲げてしまうでしょう。そういった意味において今後の展開として考えられるのはムン・ジェイン大統領は基本的に信用できない人物であるというこの基本姿勢を守ったままで日本政府が外交交渉を行っていくということが非常に重要になります。今のところ貿易管理問題についてはホワイト国指定から除外した状態というのを維持することが経済産業省からは発表されています。つまり日本側は何一つ譲歩はしていないのです。以前から言っていたように相手国側がまず改善の意思を示し改善案を持ってくるという前提であれば話し合いを行う。その話にようやく相手国側が折れた形で会談に出てくるというのです。このように日本政府が動かないことによってようやくムン・ジェイン政権が折れてくれたわけですが、私としては非常に残念な気持ちがあります。日本政府としては何一つ手を出していないのに、勝手にムン・ジェイン大統領が自分の国を傷つけるような行為を行っていたのです。ですからジーソミアの完全終了というのはまさにムン・ジェイン大統領にとっての愚行の一つとして歴史に残ったかもしれないのです。なお、日本との交渉がうまくいかなかった場合は、やはりジーソミアについてはこのまま終了させるのだということも一応はあちらの国では言っています。ですから、このジーソミアが完全に終了するかどうかというのは今後の議論の行く末にかかっています。今のところ日本の方が交渉が折れるという気配は全くないので、
もしかしたら再びジーソミアを終了させるとあちらの国が言うかもしれないということは少しだけ頭の隅に残しておきます。皆さんはこのニュースを聞いてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。